皆さんこんにちは、プラぼっち研究所です。今回はガーレリさんよりエアブラシと水性塗料をいただいたので、それらを使ってハイグレード100式をゴールド感をよりアップさせたキャンディー塗装で仕上げていきます。プラぼっち研究所。改めましてプラぼっち研究所の所長です。今回は初めての案件動画です。とは言ってもバチバチに宣伝する感じじゃなくて、率直な使用感や感想を言っていきます。冒頭にも言った通り、頭のおかしいガンプラ専門チャンネルの世界一売れているというハンドピースでおなじみのガーレリさんよりハンドピースと水性塗料をいただきました。ありがとうございます。ちなみに今回いただいたのはモビウス02というハンドピースです。こちらガーレリの担当者に聞いたんですけど、メビウスじゃなくてモビウスが正しいそうです。こちらは口径 0.2mm のダブルアクションタイプとなっております。そして水性塗料の方はこちらですね。カレイドっていう水性エマルジョン系の塗料ですね。クレオスのアクリジョンとかと同じタイプだと思います。こちら6色選べたんで100式に使えそうな色をチョイスしてみました。ガーレリさんありがとうございます。こちらを使って今回はハイグレード100式をゴールド感を高めたリッチな感じで仕上げていきます。宣伝っぽい情報やブラックフライデーを絡めたお得に購入できる情報も最後のまとめコーナーでお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ということでハイグレード100式、まずはこちらをパチ組みしていきましょう。オープン。袋4つ。説明書。この袋を開ける時のパリッという音好きなんですよね。ホイールシール、100式のシンボルマーク、100のマーキングシール。こちら水転写式デカールじゃないんでね、ちょっと段差が目立ってしまいます。そしてこちら100式のゴールドの装甲のランナーです。100式といえばゴールドのメッキなんですけど、そちらはもう限定品でしか手に入らないので、通常のハイグレード100式はこのような黄土色のようなちょっとラメがかったような色となっております。それではパーツをカットしていきましょう。使用ツールは狭い箇所にも刃が入るタミヤの先細薄刃ニッパーです。パーツから少し離れた部分、ゲートを少し残して切り離していきます。そして残ったゲート跡をカットするときは、より切れ味の良いニッパーに変えてカットしていきます。使用ツールはゴッドハンドのアルティメットニッパーです。こちらは片方だけに刃がついているので、まるでまな板の上で包丁を扱うかのようにスパッと切れます。スパッというかクニュンと切れます。このように切れ味のいいニッパーを使うことによってパーツの白化、白くなる現象ですね。そちらを抑えることができます。そしてゴールドのパーツはゲート跡が表に来ないアンダーゲートの構造になっております。なのでメッキバージョンの方も綺麗な仕上がりになるようですね。はい、その後もゲートを2度切りしていきます。2度切りしてもなおわずかにゲート跡が残っておりますので、カッターナイフやデザインナイフを使ってゲート跡をスライスさせるように除去していきます。てなわけで全てのパーツとゲート処理完了です。さらっとやってますが、ここまでで3時間ぐらいかかってますよ。さらに部位ごとにパーツを組み立てまして机に並べてみましょう。ついついやっちゃいますよね。そしてこれらを組み合わせてハイグレード100式パチ組みの完成です。こうやって黒背景で回してみると、この黄土色っぽい色も意外と悪くないように見えますね。ただ私から言わせればちょっとゴールド感が足りないかなっていう感じです。ただし腕や足が二重関節になっていて、いろんなポーズを取らせることができそうです。それではこちらを塗装と言いたいところですが、まずはパーツの下処理をしていきましょう。続いてパーツの下処理、主に筋彫りと合わせ目消しですね。そちらを行っていきます。まずはパーツを分解しまして筋彫りから行っていきましょう。このように溝が浅い部分、こういったところはキャンディー塗装を行ってしまうと溝がなくなってしまったりするので彫り直しておきます。使用ツールは筋彫り銅の量産型 BMC 高値 0.15mm です。親指と中指でつまんで既存の溝をなぞるようにして軽い力で何度も彫り直していきます。
彫り直してみるとこんな感じ。ちょっと分かりにくいですが、これをやっておくだけで後で行う墨入れがめちゃめちゃやりやすくなります。他の気になる溝も彫り直しておきました。あとは一部のパーツにパーティングラインがありましたので、こちらも消しておきます。たい焼きでいうところの羽ですね。使用ツールは私の大好きなマジスクです。カンナ掛けを行うようにしてパーティングラインを除去していきます。なんか私の動画見てマジスク買いましたよっていう人が結構いらっしゃったみたいで嬉しかったですね。今後も布教活動していきます。除去してみるとこんな感じ。パーティングラインの跡はありますけど、塗装をするとわからなくなるので大丈夫です。続いて武器類の合わせ目消しを行っていきます。使用する接着剤はタミヤのイージーサンディングです。こちらを合わせ目の箇所に少量、これはちょっと出しすぎですね、塗っていきます。はい、そして接着剤が十分に乾燥しましたら、再度登場マジスクを使って形状を整えていきます。接着剤によっては全然削れないものとかあるんですけど、このイージーサンディングは結構削りやすい方だと思います。はい、このくらいやっておけばあとは塗装でなんとかごまかせるので大丈夫です。同じ要領でバズーカの合わせ目消しもやっておきました。てな感じでパーツを分解しつつ回収を重ねていって、全てのパーツの下処理完了です。持ち手棒にパーツをつけていって、通称田植えですね。お待ちかね塗装工程に参りましょう。はい、塗装エリアに移動してきました。はい、今からキャンディー塗装をしていくわけですが、なんと模型界隈で有名なガーレリさんよりエアブラシと水性塗料を提供いただきました。ありがとうございます。はい、ということでこのチャンネル始まって以来の案件動画となります。かといってめちゃめちゃ褒めるとかではなく、普通に使ってみて使い心地の感想とか、ここがいいとかここが悪いとか正直に話していこうと思います。はい、そして何が届いたかっていうと、まずこちらはエアブラシですね。モビウスの口径が 0.2mm のもの。これメビウスっていう人とモビウスっていう人がいて、公式さんにどちらで発音するのが正しいんですかって聞いたら、正式にはモビウスだそうです。この辺がね、メビウスの輪って言ってねじねじになってるんでメビウスなのかなとかって思ったんですけど、モビウスだそうです。で、あとは水性塗料。こちらは6色自由に選んでいいよっていう風だったので、100式に使えそうな色と汎用性が高そうな色をチョイスしました。こちらがサーフェイサーですね。プライマーブラックマットとあるんですけど、黒サフだと思ってもらえればいいです。で、こちらが、私キャンディー塗装で仕上げたかったので、グロス光沢ですね。光沢のクリアの塗料になります。そして最後にこちらがシンナーなので、薄め液とクリーナー、エアブラシを洗う洗浄液です。あとこちらのボトルキャップみたいなのが4つ付属してきました。これはもともとついてないんですかね。はい、何はともあれエアブラシモビウス02の方を開封していきましょう。オープン。Dear Customer 説明書。日本語はないですけどイラストがいっぱいあるんで、見たらなんとなくわかるような感じになってます。そしてこちらが出ました。エアブラシです。替えのパッキンも付属してますね。これはありがたいですね。私別のエアブラシなんですけど、めちゃめちゃ分解して洗浄したせいでパッキンが伸びてしまったことがあるので、このように替えのパッキンがあるのは安心ですね。そしてこちらがエアブラシ本体。非常になんかデザインがかっこいいですね。この辺に金色が入っててちょっとおしゃれです。そして機能面を説明していきますけど、ハンドピース自体はダブルアクションタイプ。そして口径は 0.2mm で、先端はこのようになってます。私がもう一つ持っているのはこのような王冠の形のタイプでした。そして塗料カップはちょっと小さめで取り外しができるようなタイプになっております。で、あとは下にネジがついてて、ここでエア圧調整することができそうです。あとはここのネジでここのトリガーの最大量ですね。ここは基本的に触ることはなさそうです。そしてここはメビウスの輪みたいになってて、
ちょっと中がチラ見えするのがちょっと私好きなポイントですね。はい、外観としてはこんな感じ。あともともとクイックジョイントのパーツがついてますんで、手持ちのこういうやつに取り付けてすぐに使うことができます。これは非常にありがたいですね。はい、エアブラシの紹介はそんなところです。はい、他の箱も開けてみましょう。はい、こんな感じです。で、これはシンナー薄め液なんですけど、なんとこのカレイドっていうこちらの塗料たちすでに希釈済みのようで、薄める必要はないみたいですね。まあでも環境に合わせて薄めて使ってくださいっていうのはメールにもあったような気がします。そしてこちらの塗料の成分なんですけど、アクリルエマルジョンって書いてあるので、水性ホビーカラーとかの仲間というよりはクリオスから出てるアクリジョンとかの仲間なのかなっていう感じですね。はい、そしてこちら私の選んだカラーなんですけど、ガーレリさんから話をもらった時にガーレリさんから6色選んでいいですよっていうことで、ちょうど100式の塗装をやりたいなって思ってましたんで、まずは100式のメインカラーのゴールド、フラッシーゴールドで、あとは紺色っぽいパーツがあるのでメタリックブルーグレー、そしてあとは内部フレームのことを考えるとガンメタと赤系統の色を選ぶべきだったんですけど、何を思ってかホワイトっぽい色3種類と、アルミニウムなんで、普通のシルバーっぽい色を選んでしまいました。こちらは黒サフの上に、ちょっとシルバーを吹くみたいな感じで仕上げようかなと思います。そしてちょっとこの赤色のパーツはですね、手持ちにあるメタリックレッドを、ここだけはちょっと使わせてください。ってな感じで塗装をやっていきましょう。はい、今回は何度も言っているようにキャンディー塗装で仕上げていきますので、まずは下地としてブラックのサーフェイサーを拭いていきます。ワンタッチで開けられる蓋なのはいいですね。ただし注いでみるとめちゃめちゃ液だれします。だからベッドでキャップが付属していたんですかね。こちらの方が使いやすそうなので付け替えておきましょう。非常に使いやすくなりました。早速拭いてみましょう。塗ってみるとこんな感じ。初めて水性エマルジョン系の塗料をエアブラシで拭いたんですけど、全然綺麗に拭けますね。一応作業中は防塵マスクをしてるんですけど、マスクを外してみても匂いがもう全くないですね。これはすごい。ただし塗料ミストとかは飛んでると思うんで、塗装作業中はマスクをしましょう。はい、ブラックサーフェイサーの塗装完了です。一応艶消しなので乾くとこんな感じでやや艶消しな感じになります。ただし思ったより光沢があって半光沢っていう感じが近いかもしれないですね。続いてこちらの上にシルバーを塗装してガンメタみたいな色にしていきます。カレイドメタル塗料のアルミニウムを使っていきます。ここでちょっと今使っているガーレリさんからいただいたハンドピースモビウス02の使用感をお話しします。率直な感想、めちゃめちゃ使いやすいです。トリガーが滑らかで癖がないですし、塗料カップも取り外しができるタイプなので、つなぎ目の洗浄が大変かなと思ったんですけど、全然綺麗に洗浄できました。また、口径 0.2mm なので、普段使っている 0.3mm より若干細く拭けるのはいいですね。ただし、エアーツそのままで口径だけ細くなると塗料の勢いが強すぎるので、塗料カップ下のネジで空気圧を調整する必要があります。どこか穴を探してやろうと思ったんですけど、特になかったですね。強いて言えば塗料カップが小さいなと思ったんですけど、公式サイトで大きい塗料カップを買えば付け替えができるとのことです。買った後で好みにカスタムできるのは安心ですね。てな感じでシルバー部分の塗装完了。いい感じでガンメタっぽい色になったんじゃないでしょうか。引き続き紺色のパーツを塗装していきましょう。使用塗料はカレイドのメタリックブルーグレイです。こちらの水性塗料なんですけど、すでに希釈されているので、そのまま塗料カップに注げばすぐ使えます。ただし余った塗料を戻すのが構造上ちょっと難しそうなので、ちょっとずつ継ぎ足しながら使った方が良さそうですね。あと本当に全然シンナーっぽい匂いがしないのが、これすごいですね。
ただし主成分が有機溶剤ではなくて水なので、塗膜の乾燥には若干時間がかかるかなっていう印象です。はい、そしてメインディッシュゴールドの塗装を行っていきます。使用塗料はカレイドのフラッシーゴールドです。すごい明るいゴールドで100式にめっちゃ似合いそうです。まずは頭部のパーツを塗ってみましょう。塗ってみるとこんな感じ。かなり私のイメージ通りの100式って色でめっちゃいいですね。そしてハンドピースが 0.2mm 口径なのでグラデーション表現もやりやすいですね。って言いながらグラデーションした後に水性塗料のゴールドを重ねた時の発色が見たかったので、結局ベタ塗りで仕上げちゃいました。どうでしょう、かなりいいゴールドに仕上がりましたね。現代の水性塗料ってめっちゃ発色いいんですね。恐れ入りました。そして最後のエアブラシ工程、赤色のパーツを塗っていきます。こちらは赤色の水性塗料をもらい忘れてしまったので、手持ちにあるラッカー塗料プライマリーメタリックレッドを使っていきます。キャンディー塗装するときにこの色を下地に使っておくと結構時短になります。さらにこの上にクリアレッドを重ねてもクリムゾンっていう感じの色になるのでめっちゃおすすめです。塗ってみるとこんな感じ。ガンプラって何かと赤色を使いますんでね、1本持っておいて損はないです。はい、メタリックレッドの塗装完了。これによってエアブラシでの塗装は全部完了です。ここからはディティールアップを行っていきます。まずは墨入れを行っていきましょう。使用塗料はタミヤの墨入れ塗料ブラックです。蓋裏に筆がついているので墨入れしたい箇所に当てていきます。すると毛細管現象で塗料が入っていくんですね。気持ちいい。墨入れ塗料が乾燥したらエナメル溶剤で拭き取っていきます。この時のポイントとしてエナメル溶剤をつけすぎると墨入れを残したい箇所も消してしまうことがあるので、蓋裏についているエナメル溶剤をちょこっとつけるだけにしておきましょう。そしてこのエナメル溶剤結構匂いがきついので十分に換気をして作業を行いましょう。続いて筆塗りでちょっとだけ部分塗装します。こちらのビームライフルの動力パイプみたいな部分、説明書を見るとゴールドに塗ってあるんですけど、ここはちょっと個性を出してメタリックレッドで仕上げてみます。はみ出した箇所は後で拭き取ればいいやと思ってザザザーっと適当に塗っています。バーニアの内部も赤く塗っておきます。そしていつものごとくはみ出した箇所をマジックリンで拭き取ろうとしたんですけど、そういえば下地がラッカーじゃなくてカレイドの水性塗料だったので、拭き取ったらシルバーの塗料がちょっと落ちてしまいました。まああんまり目立たない部分なんで良かったですけど、皆さんは気をつけましょう。あと細かいところですけど、頭部のバルカンと頬のスリットみたいなところ、ここはフレーム部分のシルバーに合わせてエナメル塗料でシルバーにちょっと塗っておきました。さあ工程もいよいよ大詰め、デカールを貼っていきます。適当なトレイの上にキッチンペーパーを畳んで入れます。そしてそこにお水を注げば水転写デカールマシーンの完成です。使いたい水転写デカールを台仕事カッターで切り取って、先ほどの水転写デカールマシンの上に乗せます。しばらくするとデカールが浮いてくるのでピンセットでつまんでパーツの上に乗せます。位置を整えたら綿棒で水気を拭き取ってデカール貼り完了です。てな感じで汎用デカールをなんとなくバランスを意識しながら適当に貼っていきます。あとは一番大事な100のマーク。こちらは付属のマーキングシールを貼っていきます。水転写デカールだったら段差が目立ちにくいから良かったんですけどね。それでもトップコートをすればある程度カバーできると思います。あとは頭部のセンサー、サブカメラですかね。こちらは変に塗装するよりも付属のホイールシールを貼った方が綺麗に仕上がると思いますので、そのまま貼っていきましょう。さあ作業もいよいよ大詰め。トップコートで塗るテカに仕上げていきます。使用するトップコートはカレイドのグロス光沢トップコートになります。こちら乳白色なんですけど、乾けば透明になるっていうことですかね。早速塗料カップに注いで使ってみましょう。使用感はガイアノーツのいつも使うトップコートと同じぐらいです。塗ってみるとこんな感じ。結構ぬるテカな感じですね。ただこれが乾いたらどうなるのかっていうのが大事です。
漢字の100のシールもトップコートを吹けばだいぶ段差が目立たなくなります。そんなこんなで他のパーツたちもトップコートをしていってすべて完了。お待ちかね工程、組み立てに参りましょう。代表して胸のパーツを組み立てていきます。青いパーツにゴールドのパーツを取り付け、シルバーのパーツを青い外装で閉じ込めます。ゴールドの襟を取り付けて、腹の部分にシルバーのパーツを取り付けたら胸部の完成です。初めて水性塗料だけでキャンディー塗装を行いましたが、ちゃんとできてるんじゃないでしょうか。という感じで各部位を組み立てて机に並べてみました。合体させていきましょう。胸のパーツに腕パーツを取り付け、背面にバックパックを取り付け、腰パーツに足パーツを取り付け、上半身と下半身をドッキング、ボチーン。最後に頭部を取り付けたら、ハイグレード100式水性塗料でのヌルテカキャンディー塗装の完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。塗装前のキットと並べてみましょう。左が塗装前、右が塗装後です。パッと見の色味は似てるんですけど、光沢の中でキラキラとゴールドの粒子が輝いていて、とても美しい仕上がりになりました。また、元々のキットは黄土色っぽいゴールドがほとんどの外装に使われていて、のっぺりした印象なので、スミレやデカールがとても映えるキットだと感じました。そして水性塗料でも全然発色よくキャンディー塗装できるんですね。これは勉強になりました。ガーレリさん、エアブラシと水性塗料の提供ありがとうございました。非常に使いやすくて良い作品を仕上げることができました。はい、今回このガーレリさんより提供いただきましたモビウス 02 0.2mm 口径のハンドピースと、同じくガーレリさんより提供いただきました水性塗料カレイドを使用して100式のキャンディー塗装をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。なかなか案件の動画でがっつり塗装、ましてや手間のかかるキャンディー塗装をやる人ってあんまりいないと思ったのでやってみました。そしてここからちょっと製品についての感想とお得な情報について話させてください。まずハンドピースですけど、ちょっと意地悪に荒探しをしてなんか言ってやろうと思ったんですけど、普通にめちゃめちゃ使いやすくて部品精度も良くてかなり良かったです。そしてたびたびサポートに連絡していたんですけど、その返信対応もしっかりしていて、ガーレリっていう会社の印象も良かったですね。水性塗料も希釈の必要なしで発色もよく綺麗に塗ることができました。そして匂いもほぼなくて、ご家族がいる方でも安心して使えるなと思いました。そして塗膜も結構耐久性がありそうな感じです。ただし専用のクリーナーじゃないと塗料が落ちづらくて、ハンドピースの洗浄がちょっとだけ大変でした。でも総合的に見て非常に良い塗料です。そしてこんなに長い動画をここまで見てくれた猛者たちにお得な情報をお伝えします。こちらのハンドピースとか水性塗料とかは概要欄にあるガーレリの公式ホームページや Amazon で購入できるんですけど、そこで使える私の動画限定の割引クーポンコードを発行していただきました。これはすごい。ガーレリの公式ホームページではクーポンコードプラボッチ、 Amazon ではこちらのクーポンコードを入力することによって 10% オフで製品を購入することができます。Amazon の方は2025年の12月31日までとクーポンコードの期限がありますので、お早めにチェックしてみてください。さらに現在11月21日から12月1日までブラックフライデーセールにもなっており、
普段よりもめちゃめちゃお得に購入できます。この動画が公開されてから10日ぐらいしか期間がありませんので、お早めにご購入ください。おそらく1年で一番安く買える期間っぽいです。もちろんその他のガーレリ製品も普段よりだいぶお安く購入できます。大人気のプラバンさんのハンドピースももちろん対象です。そしてガーレリのホームページと Amazon とこの期間中どっちが安く買えるのかなと個人的に気になったので調べてみました。このモビウス02のハンドピースで比べてみますと、現在はガーレリの公式ホームページで購入した方が安く買えるみたいですね。送料も無料ですごい。ただし期間によってそれぞれ値段が異なると思いますので、購入前にチェックしてみてください。ってことで普段の塗装動画に無理やり案件をねじ込んでみました。結構動画は長くなっちゃったんですけど、実際にこの道具たちを使うとこんなものができますよっていうのが見せられて良かったんじゃないでしょうか。はい。てなわけでこのチャンネルではガンプラを中心とした役立つ情報や全塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。またこの動画の感想ややってみてほしいことなどコメントくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。